峠最強伝説。ニュースープラのライバルとして持ち込んだのは、そう BMW アシスト M2。 鈴鹿みたいなコースでしたらおそらく M4 が速いっていうような気はしてるんですけれども、やっぱりこういう峠とかそういうコンパクトなサーキットでしたら M2 の方がやっぱりフロントの入りがいいっていう感じが、いつも乗らせてもらうとしますね。まず M2 の N55 エンジンっていう方で、足回りが、今回新しくナイトロンっていうダンパーをつけてきたのと、それから一応ブッシュ類がフルピロに変わってます。それと、デフを、機械式に変えて、持ってきたっていう感じですね。ナイトロンっていうのがクアンタムは今まで倒立ダンパーだったんですよ、フロントは。で今度は整立に変わって、そういうところでちょっと減衰の出方が今までと違うんで、そこが、どういうふうに吉と出るか凶と出るか、間を取らせていただいてお客さんにもすごく喜んでいただいてるんですけど、ある意味、プレッシャーがかかってますね。これからちょっとあんまりその魔王にふさわしい車を作っていかないといけないなという気持ちは、あります。さあ現魔王が仕上げた BMW M2 ね、これがね直6ターボで420馬力あります。これをちょっと試乗してみたいと思います。サイドブレーキついてるのはいいね。跳ねるな。アシストはいつものクアンタムではなく、今回はナイトロンのダンパーを装着してきた。フロントが来ないな。ちょい硬いぞ。跳ねる。跳ねるな。ちょっと硬い。これはちょっと硬すぎかもな。ギャップが全然ダメだ。跳ねてタイヤが設置しない。これやばいぞ。結構跳ねまくる。跳ねる。うん。めっちゃ跳ねる。セットを変更。さあどうか。車重に対してバネが硬すぎる。ダンパーで多少は良くなったんだけど、もうちょいこれストローク持たせた方がいいんじゃないかな。バネは M4 より柔らかくしてるんですよね。ダンパーが今回変わってるのが硬いんですよ。そうすんげえ硬い。もういつもこう跳ねてる。フラットな路面だとこれでいいんだけど、一般のこういうワインディングだとちょっとこの跳ねっていうか硬さはきついね。ノブインプレッション。セットを変更してタイムを上げる。今ね津屋さんが乗った時よりもバンプを緩めたらしいの。ちょっとね、リアがふらつく感じなんで、ちょっと締めてくれてんのかな。今後ろ締めました。伸び側を締めました。伸び側を、はい。バンプは触らずに。バンプ触りましょう。どんな感じですか。こうアクセル入れた時にグッと沈みが大きい感じします。いやもうそもそもハンドル切った時からリアがこうちょっとね、ケツが出るわけじゃないんだけど、はい、リアがこうフラフラするのこう。ほんなら一度これで
今バンプが緩めすぎってことはない。いやもう全開してるんで、ちょっと締めますわ、間を取ったノウハウでタイムを上げることができるか。さあタイムはなんと26秒053。速い。足は硬いね。ちょっとね、アシストにしては車のコントロール性が角張っているというか、今のところ前後の、前と後ろの足のキャラクターが違うというか、足が後ろの動きはちょっとだいぶ抑制されている中、フロントは少し動いて、ちょっとね、うまく前と後ろのバランスがまだ出てないかなと。なのでもうちょっとリアはしなやかに動かしたいなって気がしますね。アシストさんの M2 ですけども、やはり車のサイズとか車重的には、とても乗りやすいというか、楽しみやすい車格と車重ですね。で味付けとしてはですね、足がちょっと珍しく硬いんで、フロントに対して今リアが硬く感じるんで、もうちょっとバランス出ればいいかなと思うんですけど、でもそういう味付けのとこだけなんで、すぐなんかちょっとこういじれば治るとこですね。なのでそれで26秒0は早いですね。マックスインプレッション。なんだこれ。速いとこれ。めっちゃ速いし、すごい止まるんだけどこれ。さらなるタイムアップも期待されたが、なんか制御が入っちゃってるな。タイムの更新はならず。M2 すごいエンジンパワーがすごいありますね。速いです。今ちょっとダンパーを少し触ってもらったんですけど、最初ちょっと独特なコンパクトな、本当小さいコンパクトな車の乗り味でよく曲がるんですけど、それがちょっと癖があるというか、で今ダンパーをちょっとやったらすごく良くなって、非常に速い乗りやすい車でしたね。多分だから土屋さんの乗った時はちょっと硬すぎて、それを谷口僕と調整してったら多分いいところがちょっと出てきたような気がします。今乗ったらだいぶ違うんじゃないかな、長短も。峠バトルマックス HKS スープラ VS アシスト M2。 峠バトルは先行後追いのイニシャル D 方式。90スープラバトルデビュー戦です。まだ出てきたばっかの車なんでね、とりあえず M2 とどのぐらいの差なのか見てみたいと思います。さあ打倒スープラ行ってみたいと思います。予想は両車とも旋回はよく曲がるんですよ。スープラも M2 も。で馬力差がちょっとありそうなんで、あとさっきの、タイムも、M2 が速かったので、順当にいけば M2 かなって気がします。そうですね、やっぱり勝手は欲しいですね。はい、お願いします。デビュー戦ですよ。
はい、そうですね。できればちょっと勝ちたいですね。まあただね、このバトル審判はいないんで、2人が審判なので、まあどうなるでしょうね。ヒート1はアシストが後追い、スープラが先行だ。バトルスタート。ドリドリは余裕か。こっちは少しでも差を広げたい。この辺は互角ですね。あれなんで吹けないの？ここで M2 にトラブル発生。電子制御はなんで切っちゃってんのこれ。全然電線切っちゃってます。これは厳しいか。電線が効いてんのか全く吹けない。全く吹けないよ。もしかしたらまた出るかもしれないですけど、了解。はい、申し訳ないです。はい。多分だから俺がさっき乗ったのと同じ症状だったんだ。そうが出てるみたいですね。ABS センサーがもしかしたら1個おかしいかもしれない。今一応リセットしたら一応リセットは実行しますってやったんで治るかもしれないです。もう一回やり直し。仕切り直して再スタートへ。さあスープラ対 M2 スープラバージンバトルです。バトルスタート。ここまでは同じ展開か。いや M2 がスープラに近づいている。これはオリダーピンチ。スープラのデビューウィンをかけ逃げ切れるか。ドリドリが迫るか。いや離されている。また吹けなくなった。これで勝負あり。ウィナーはスープラ。一緒だね。ダメですか。うん。吹けたり吹けなかったり。ちょっともうバトルはできない。また出ちゃいました。なんかブブブブ電線が入っちゃう。さあバトルが終わりましたが皆さんいかがでしたか？いかがでしたか。見りゃわかるだろう。え？ちょっと BM があれですね。ちょっとトラブルが出ちゃった。でもヘアピンまでは良かったよ。はい。ヘアピンまではこうスープラオリドのこんにゃくスープラにこうベタベタでいってたんだよ。こんにゃく。こんにゃく。いやでもこんにゃく色？スープラ今僕が初めて今回全開で走りましたけど、本当に結構いけますね。いけると思いました。そう。はい。いや思ったよりも BM もっと来るのかなと思ってたら、いったよ。いやそんなに来てなかった感じがして。トラブル。トラブルだトラブね。電線が入っちゃった。それまでは良かったんだよ。切ってたのに。そう切ってたのに。でもあれ電線入んなくてもゴブゴブだろうな。結構いい勝負だったと思います。入れ替えても、はい、そうゴブゴブだと思う。まだこれどっちかというとスープラだ本当にダウンサツだけじゃないですか、それでここまで走れるんだったら結構ちょっとやると面白いなと思いますよね。でこんにゃくなんとかなる？もう大丈夫です。あ、そう。津田さんの時ちょっとノーマルモードのダンパーだったんでそれが余計ちょっとあれだったかもしれないですね。今僕スポーツモードにしたら調子よかったです。本当に？はい。嫌なかったらあんな走れないじゃないですか。よくも上がるし。だけど、あれですよね、アシストさんも今まだこの M2 は途中なんですよね。そうですね、まだこれからいろいろ進化するんですけど、何されるんですか？
そうですね、これはオーバーフェンダーしていきますね。オーバーフェンダーあいいね、はいでタービンをちょっと大きいのに変えて、でパワーアップしてっていう感じで。やっちゃえ BM ですね。それは何を目指してるんでしょうか。何でしょうね。オーバーフェンダーにするんですね。かっこいいよ。まあ今タイヤは265なんですよ。はいで M4 の方は295入れてるんで、同じタイヤを入れたいなと思ってるんで。そういう意味でね。HKS 的にはどうなの？はい、まだちょっと開発を始めたばかりでですね、今後よりパワーを上げていって、いやだからスープラは多分楽しみですねこれからも。だけどどんどん良くなりそうエンジンがその BM のエンジンだからさ、その壊れたりしたらやっぱり同一から送ってもらわなきゃいけないわけじゃない、日本じゃなくて。そこはやっぱ大変だよね、チューニングするとしたら、ね。そのあたりもよりちょっと詳しくちゃんと調べていきたいなと思ってね。結構でももうアメリカではこのエンジンベースで1000馬力まで上げてるところがあって、で走ってるんで壊れない結構大丈夫っぽいですね。ブロックが強いみたいな。あ、そう。強そうです、はい。それは今後が楽しみだよね。今日2台の SZR と RZ と比べたじゃないですか。でどちらがおすすめかって言ったじゃないですか。まあやっぱりさ、86の時もそうだったけど、これでターボついてればなとか、これでそのインプレッサの STI のエンジンついてればなとか思うじゃない。だからやっぱりそう2リッター3リッターあっていいんだけど、そこにサイドブレーキがついてるとかね、マニュアルがあるとか2リッターの方には、そうしたらもっとこうさグローバルに展開できるんじゃない？なんとなく RZ3 リッターの方にはこのパドルの方っていうか、で2リッターの方は軽いエンジンとマニュアルミッション、そうこれぜひ欲しいですよね。ね、サイドブレーキですよね。ね、やっぱこう楽しめるじゃん。はい。やはり楽しい車っていうとこう操作したいですもんね。そうそうそう。人間がやっぱりね操作してる非常に無駄なんですよ。マニュアルにするとかってすごく無駄なんだけど、その無駄を楽しむ人ってまだ世界中にたくさんいるしね。そういう意味ではやっぱり2リッターターボの方はマニュアルでサイドブレーキが今後出てくるかもしれないぞっていうね。可能性ありますよね。意外と SZ 一番ベースグレードをチューニングしていくっていうのは僕はありかなと思いますね。楽しみですねこれから。はい。今回新型スープラからは確かな手応えを感じられた。魔王への道は決して遠くない。